皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月26日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル80でした。おとといと比べると42センチの下げで、少し変化の兆しが見られます。締め切りまであと50日を切り、ようやく重い腰を上げたということでしょうか。これについては後ほど。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7150立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒12400立方メートル。差分については毎秒5090立方メートル。おとといと比べて、上流の寸丹観測所はマイナスの910、三峡ダムもマイナス1100。支流である宇高からの流入量は依然として5000を上回っており、高い状態が続いています。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2560立方メートル。前回に比べてプラス10と絞った状態で低い水準のままです。一方、深夜0時の放流量は毎秒13800立方メートル。単純に割り算すると 45% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると若干放流を増やしているようです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データをもとに可視化したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは高架波ダムの方から、21日に少しだけ放流を増やしたものの、その後は維持。ピークから比べると半分程度の量。発電メインのダムがこんな状態で、本当に大丈夫なんでしょうか。水色のラインの流入量も大きな変化はありません。次に三峡ダムの状況について、ご覧の通り、急激にダムへの流入量が増えた後、最上流のダムで放流を絞ったことで、通常のかさ上げ分が減ることとなり、上昇は止まりました。ただ、その後も雨などが降った影響により、流入量は上昇。直近ではピークを超えた模様です。これらの動きに合わせて当局は、三峡ダムからの放流を段階的にアップ。今回の対応は発電に合わせた放流ではなく、増水対応であると言えそうです。そして昨日の夜9時の状況を反映すると、流入量は減少、放流量を増やしており、いよいよ本気モード突入といったところでしょうか。冒頭お伝えしたように、ダムの水位は2日前に比べて40センチほど下がっており、このペースを続けることができれば、さらに下がることになるでしょう。彼らには大事な目標があり、洪水前にダムの水位を目いっぱい下げておく必要があります。その期限は6月10日。ただし、大量に放流してしまうと、大雨で増水中の下流地域はおそらく悲鳴を上げることになるでしょう。前回お伝えした通り、長江を100キロほど下ったところにある東堤湖は、満水に近いところにまで水が溜まって、バッファが少なくなっています。当局は今後、どのようなダム操作をするのか、楽しみで朝も眠れません。Nishi Yang Channel。さて、日本では先日、三陸沖で大きな地震が発生し、北海道、三陸沖後発地震注意情報が出されているところですが、今月の中頃、四川省周辺でも地震が立て続けに発生していたようです。今月11日にマグニチュード 4.5、13日に重慶市で同じくマグニチュード 4.5、15日にマグニチュード 4.4、16日にマグニチュード 4.3、17日にマグニチュード 4.3 と 4.4、いずれも震源の深さは10キロ付近と浅め。
三峡ダム周辺でこのクラスの地震が発生することはほとんどない一方で、ダムよりも上流では結構な頻度で発生することがあります。地震という面で見ると、三峡ダムよりも上流側での発生のリスクは大きそうです。三峡ダムの水位は今後どうなっていきそうなのか、これまでの実績と足元の状況を見ておきます。こちらは1月から洪水シーズン前までのダムの水位をざっくり示したもの。過去の情報も合わせて載せたグラフになります。今年は比較的高い水位から始まり、今朝の時点では165メートルを少し切ったところ。ご覧の通り、1ヶ月以上も足踏み状態が続き、ターゲットまでは50日を切っています。黄色のラインの2022年はレアケースで、その他の年と比べると、今年はかなり遅いペースであることがお分かりいただけるかと。目標である最低ラインと、現在の水位のギャップは、だいたい20メートルほどですから、2000センチ。残り45日と仮定し、割り算をすると、1日につき44センチほど。2日で90センチ近くのペースを、これからずっと続けていく必要があり、かなり厳しい状況。直近で見ると、上流からと支流側の流量は減少傾向。流入量さえ大きく減れば、放流をそこまで増やさなくても、ダムの水位を下げることはできます。今のところ、官製メディアではダムの水位の予定について特に報じられることはなく、これはひょっとしたら去年同様、145メートルまで到達しないかもしれないですね。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後4時までの様子。長江の上流地域でほとんど雨雲は見られず、落ち着いているようです。ダムのすぐ下流側では、久しぶりに怪しげな放射状の影が出ていますが、今回これはスルーしておきましょう。次に、今後の予想を見てみます。週明けにはダムの上流で雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が31度、最低気温が16度で曇りの予報。ニュースでは今年、エルニーニョ現象になりそうだとも伝えられており、いつもより高温になることが多いようです。月末になると、香港やマカオ、広東省や福建省など南の沿岸地域で大雨になる予想が出ています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、パンダ2頭を米国に貸与、米中会談前にパンダ外交か、テレ朝ニュースが伝えています。記事によると、来月に予定されているトランプ大統領の訪中を前に、中国の野生動物保護協会がパンダ2頭をアメリカに貸与すると発表しました。中国西部、四川省成都市のジャイアントパンダ繁殖基地から、アメリカ・ジョージア州のアトランタ動物園に貸与されるのは、オスのピンピンとメスのフーシュアンで、期間は10年の予定です。来月にはトランプ大統領の訪中が予定されていて、今回の2頭は、訪中にタイミングを合わせたパンダ外交の一環である可能性もあります。以上、中国、パンダ2頭を米国に貸与、米中会談前にパンダ外交かについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、来月に予定されている米中会談を前に、パンダ2頭の貸与が発表されたということで、いわゆるパンダ外交を未だにやっているのかと感じた方も多いかもしれません。愛らしい動物を通じて友好ムードを演出する手法ですが、その裏側では政治が絡む話でもあり、所詮はうさんくさい茶番劇。この手法が以前ほど大きな効果を持つのかは今となっては疑問。トランプ大統領からすればパンダなんかよりも、自分が食べるマックの方がずっと興味があるに違いありません。今年の1月、日本でもパンダの返還が話題になりましたが、実際にいなくなっても、私たちの日常生活への影響は全くありません。もっとリアルに、クマの出没とその被害の方が喫緊の課題。パンダには1億だ2億だと、高額な費用や飼育コスト、期限付き契約といった現実的な条件も伴うと言われています。夢のある話に見えて、実際にはかなりビジネス色の強い仕組みとも言えそうです。可愛らしい見た目とは別に、中国共産党の政治の道具として使われているのを見ると、パンダにとってもほんと迷惑な話ですね。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。
また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。さて中国ではいろいろなびっくりしちゃいななニュースがある中、宇宙版三峡ダム計画というのがあるのをご存知でしょうか。名前からしてとっても怪しい内容。人工衛星のように宇宙へ設備を打ち上げ、巨大な発電パネルを展開した上で、無線により地上へ電力を送るという構想があるようです。記事のタイトルで宇宙版三峡ダムと表現されているのは、その桁外れの発電規模を意識しているためでしょう。三峡ダムには70万キロワット級の発電機が32基設置されており、すべてのタービンが揃って稼働したのは2012年のこと。グラフが示すように、発電量のピークは2020年で、この年は南米のイタイプダムと年間発電量を争い、世界一となった時期もありました。ただ、その後は理由がはっきりしないまま、ここ数年、ピーク時に大きく届かない発電量が続いていることは、このチャンネルでもお伝えした通り。話を戻して、年間発電量が1000億キロワットに相当する発電を宇宙空間で実現しようというのがポイントのようです。上空3万6000キロと言いますから、気象衛星ひまわりと同じくらいです。壮大な構想ではありますが、今の段階でその実現性はちょっと疑問。発電をするには巨大なソーラーパネルが必要で、宇宙に持っていくにはそれなりのロケットが必要です。理論的には地上局までピンポイントで送ることは可能でしょうが、人への影響はないのでしょうか。おそらく高い周波数になるでしょうから、環境への影響が心配です。そして、ソーラーパネルといえば廃棄問題。一般的には20年前後と言われ、宇宙では雨風など気候による影響はないものの、その代わり、宇宙船などいろんなものが直で降り注ぎます。ISS、国際宇宙ステーションのソーラーパネルは、15年が耐用年数になるようです。いずれは寿命が来るわけですから、使い終わった後はゴミとなるかもしれません。高度が下がり、大気圏で燃え尽きるというのかもしれませんが、巨大な構造物ゆえに、そこは心配です。三峡ダムほどの発電量が可能かどうかは別にして、将来技術が進めば、一定量の発電は現実となるかもしれないですね。少し話はそれますが、先日着工したばかりのメトクダムも気になる存在です。これはチベットに建設中の超巨大ダムで、三峡ダムの3倍の発電能力があるとも言われています。こうした規模のダム建設が本当に必要なのかも含め、今後様々な議論を呼びそうです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。南西諸島から九州にかけて雨雲が確認できるものの、それ以外の地域では目立った雲はほとんど見られません。ライブカメラを見ると、東日本では晴れているところが多いようです。ニュースによると、西から天気は下り坂で、九州では降水確率が高くなるとのこと。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。